安いタガネと高いタガネ、何が違うの？プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。皆さんタガネという道具ご存知でしょうか？パーツ表面に細かい溝を掘る、いわゆる筋彫りをするための道具で、この筋彫りをやっておくことによってパーツの分割線を増やしたり墨入れをしやすくなったりします。そして道具なので、もちろん値段の高いものがあったり安いものがあったりしますよね。なので今回は値段の安いタガネと値段の高いタガネ、実際どんなところに違いが出るのっていうところを見ていこうと思います。しかしこのタガネ、安いものと言いつつもそこそこなお値段がします。Amazon で調べてみても1700円、1800円ぐらいはするんじゃないかなという感じです。しかし逆に値段が高いタガネもだいたい3000円くらいなので、そんなに値段差ありませんね。とはいえ1000円ぐらいの金額差があるわけですから、1000円でこの違いがあるんだったら私はこっちを買おうかなっていう人の参考になれば幸いです。それでは動画の全体の流れとしては、今回使い比べるタガネ2本の紹介、プラ板を筋彫りして墨入れした時の比較、実際のプラモデルパーツに対しての使いやすさ比較、まとめ、このような感じでいきます。それでは早速出場選手紹介していきましょう。それではまず今回使うタガネ2本をそれぞれ紹介していきましょう。まずは値段が高い方。それがこちら。おなじみ筋彫り銅の量産型 BMC タガネ 0.15mm です。値段は税込み2860円となっております。筋彫り銅のタガネは刃幅によって若干値段が異なっていて、細い方が高いです。YouTube で筋彫りとかタガネって検索すると、まず第一にこの筋彫り銅の BMC タガネが出てきますよね。そのぐらいタガネって言ったらこれってぐらい真っ先に思い浮かぶやつです。そもそも会社名が筋彫り銅ですからね。かなり尖った名前してるなって思います。そしてこの筋彫り銅の量産型 BMC タガネの特徴は、なんといってもこの先端。高純度炭化タングステンと結合材であるコバルトを焼結して日本国内で加工された超硬合金を採用されているとのことです。超硬合金っていうのは硬いでおなじみのダイヤモンド、それに次ぐ硬さを誇っていてめちゃめちゃ硬いみたいです。なのでプロの現場とか工業用の切削道具にも使われていたりしますね。あとは最後の仕上げとしてこの刃先の部分、ここの4面が鏡になるぐらいまで磨きられ上げていて、摩擦抵抗を少なくする効果、また傷が原因となる微細な欠けを防止する効果もあるそうです。あとは他のタガネってだいたいこういう柔らかい筒みたいなのをキャップとして使うんですけど、この量産型 BMC タガネはちゃんと結構硬めなプラスチックのキャップがついております。なのでこういうチューブキャップにありがちな経年劣化でネバネバしてしまうということもありません。こんなにいいことがある筋彫り銅の量産型 BMC タガネ、一つだけ懸念点がありまして、それが店舗になかなか売っていないということです。絶対みんな欲しいはずなのに、なぜだか家電量販店とか模型店とかでもあんまり売ってることないんですよね。売り切れとかじゃなくて本当にもう取り扱いがないよっていうような感じです。となると通販で入手しようってなるわけですけど、 Amazon や楽天、ヨドバシではなかなか販売されておりません。ただありがたいことに公式のオンライン販売サイトもありまして、そこで購入することができます。そしてこの会社、北海道に会社があって、おそらくそこから発送を行っているっぽいので、北海道であれば5、600円の送料なんですけど、東京とかだとね、もう途端に1000円とかの送料になっちゃいます。ちっちゃいものでもね。と以上のことがこの量産型 BMC タガネの懸念点となっております。そしてさっきから量産型って言っているように、量産型じゃない BMC タガネもあります。この量産型タガネの元になったタガネですね。それがこちら。名前はシンプルに BMC タガネです。大きさや重さ、形状は違うんですけど、刃の材質とか鋭さとかは公式さん曰く一緒らしいです。ただ公式通販サイトを見てもいつも売り切れで、私も先日静岡ホビーショーでたまたま見かけてちょっと気になったので買ってみました。この BMC タガネと量産型 BMC タガネの使い比べレビューみたいなのはまた気が向いたら別の動画で行いますので、今回はあくまで入手性の良いこちらの量産型 BMC タガネを使っていきます。
はい、1本目のタガネの紹介に熱量が入りすぎてしまって長くなってしまいましたが、2本目、安い方のタガネがこちら。ウメスターというところのタガネ 0.15mm です。ウメスターっていうのはおそらく商社ですかね。いろんな工具とかを Amazon で販売している会社だと思います。こちらは Amazon で税込み1980円で売ってまして、たまにクーポン適用で 10% 引きで買うことができます。まあよくある通販サイトとかでタガネって検索して一番上に出てくるようなやつですね。まずは値段が BMC タガネより1000円くらい安く購入できます。送料も考えるともうちょっと差は広がるとは思います。あと材質の特徴としては、先端のこの部分はタングステンで、めっちゃ輝いているこの持ち手の部分はステンレスとのことです。さっきの BMC タガネとは違って、このタングステンに混ぜ物が入っててどうのこうのっていうような情報は特にないですね。そしてこのタングステンの部分はとても長くて、量産型 BMC タガネの4倍ぐらいあります。また、刃先の部分の表面処理ですが、特に鏡面加工になっているとかいうことはありません。そのままのヘアライン表面っていうような感じです。先端のキャップはさっきもちょっと出しましたが、チューブ状になっておりまして、見ての通り小汚いです。こう筋彫りしてると先端部分にプラスチックのカスが溜まるんですけど、そのプラスチックカスがついたまんまこのキャップをすると、キャップ部分にプラスチックがひっついて、そのプラスチックが溶けてしまうんですよね。おそらくこの辺にある白いやつがそうです。それを繰り返しているうちにこういう感じになってしまいました。あとはこう経年劣化かなんかで表面もベタベタしてて、なんかもうよくわかんないホコリがいっぱいついてます。以上2種類が今回使い比べるタガネです。そして補足ですが、どちらも研磨をして切れ味を整えるといったことはやっておりません。あと購入日ですが、どちらもだいたい2年前くらいですかね。ただしこちらの安いタガネを買って、割とすぐに量産型 BMC タガネを買って、量産型 BMC タガネの方が使う頻度は高い。そして今に至るっていうぐらいの使用頻度だと思ってください。なので量産型 BMC タガネの方が使い込んではいます。こちらの安いタガネは実際のところそんなに使ってないです。一応参考情報として伝えておきました。それでは実際にこちらのタガネたちの使い比べ見ていきましょう。それではまずはプラ板に対して筋彫りを行って、どんな感じの溝が彫れるのかっていうのを見ていきましょう。使用するのはこのウェーブの厚さ 1mm のプラプレートを使っていきます。材質は PS なのでガンプラとかで使われているプラスチックと一緒ですね。まずは筋彫りするためのガイドを作るためにガイドテープ貼っておきます。はい、こんな感じでガイドテープ2本貼りまして、右側を筋彫り堂の BMC タガネ、左側を Amazon で買ったウメスターってところのタガネで筋彫りを行っていきます。それではまずはウメスターのタガネで筋彫りを行っていきます。タガネの持ち方いろいろあると思うんですけど、私がいつも行っているやり方は、薬指と親指でこんな感じでつまんで、人差し指は添えるだけっていう感じで持ちます。そしてこれを横にスライドさせるような感じで筋彫りを行ってますね。それでは筋彫りを行ってみます。はい、だいたい同じ力で10回ぐらい筋彫りを行いました。削りカスはこんな感じ。ちょっと削りカス落としてきます。ガイドテープも外します。彫った線はこんな感じです。ちょっと引っかかる感じ、ガガガっていう感じがありましたが、仕上がりの線も割と綺麗にはできてますね。それでは続きまして筋彫り堂の BMC タガネ 0.15mm で筋彫りを行っていきます。こちらも四角形になっているので、同じように薬指と親指で挟んで人差し指は添えるだけっていう感じで持ちます。それでは使っていきます。
はい、同じように10回ぐらい筋彫りを行いました。削りカスはこんな感じ。先ほどの安いタガネと比べると削りカスが細々してなくて、結構こうつながった削りカスが出てきますね。ちょっと削りカス払ってガイドテープも取っちゃいます。はい、彫った線はこんな感じ。どちらも同じ力で10回筋彫りを行ったんですけど、 BMC タガネの方が筋彫りをしてる時のこう引っかかりが少なくて切れ味の良さを感じましたね。あとはちょっと見にくいんですけど、安いタガネの方は彫った線のエッジの部分がちょっとこうめくれ上がってるような感じなんですけど、 BMC タガネの方は彫った線の際がめくれ上がっている感じが全然ありません。ちょっと分かりにくかったかなと思ったんでホワイトボードに書いてきました。こう筋彫りした時に安いタガネの方がここの角の部分、ここがちょっと毛羽立つというかめくれるということです。筋彫り銅のタガネの方がこうなりにくいよっていうことですね。やっぱりこうして使い比べてみると BMC タガネの方が綺麗な線が引けるっていうことになりますね。それでは一応彫ったところにこちらのエナメル塗料を流し込んで墨入れを行ってみましょう。まずは安い方のタガネで彫った溝、続いて高い方のタガネ BMC タガネで彫った方の溝、はい、この通り墨入れはどちらも問題なく行うことができますね。なので仕上がりとしての違いっていうのはここのエッジ部分のめくれぐらいですかね。そして使用感の違いに関してはやっぱり結構ありまして、こちらの安い方のタガネはちょっと大げさにやりますけどこうガガガガガガッと筋彫りをする感じ。そしてこちらの BMC タガネの方はサリーサリーと筋彫りをする感じですね。ちょっと擬音語での感想になってしまいましたけど、要は BMC タガネの方が引っかかりが少なくて滑らかに引っかかりなく線を引けるっていうことです。プラ板に対して使うとこのような感じですが、実際はいろんな形のプラモデルのパーツに対して行うことが多いと思いますので、続いてはそちらを見ていきましょう。はい、それでは続きまして実際にガンプラのパーツに筋彫りを行った時の使い心地とかを確認していきましょう。協力してくれるのはこちらの SD クロスシルエットのザク2です。こちらの足のこの部分に筋彫りを行っていきましょう。こういう絶妙に溝が浅いところはそのまま流し込み系の墨入れをしてもうまく流れていかないことがあるので、筋彫りをすると効果的な部分です。それではまずは安いタガネで筋彫りを行っていきます。はい、筋彫りを行ってみるとこんな感じ。やっぱりちょっとね切れ味が若干悪いのでちょっとこう引っかかりを感じて力みすぎるとズルっていっちゃいそうなそんな感じです。ただ筋彫りに関しては問題なくできるっていう感じですね。それでは続いて高い方のタガネ筋彫り銅の量産型 BMC タガネで筋彫りを行っていきます。はい、筋彫りしてみるとこんな感じ。やっぱりね引っかかりが少なくてスイーッと筋彫りできるんで、削りカスもこんな感じでつながったような削りカスが出てきますね。彫った線もこんな感じでエッジ部分のめくれっていうのもかなり少ない感じです。右手に持っているこっちが筋彫り銅の今彫った溝です。そして左が安い方のタガネで彫った溝です。見比べてみるとこんな感じ。やっぱり線の綺麗さ、あとは作業性の良さを考えると筋彫り銅の量産型 BMC タガネの方が優れていますね。ただ値段差で、送料とかも考えると1500円ぐらいの差があるのかな、もうちょっとかな、1500円から2000円ぐらいの差があるのかなっていうのを考えてどっちを選ぶのかっていうところですね。
ただ私の個人的な感想ですけど、1回買えばね、長いこと使えますんで、2000円の差だったら、こちらの筋彫り堂の量産型 BMC 高値買っちゃえばいいんじゃないかなと思います。こちら買って2年間ぐらいになりますけど、かなりハードに使っておりますが、特に切れ味が悪くなったとかも感じないので、これからもまだまだ使えそうです。ただこちらの安い方のタガネも筋彫りできないっていうことはありませんので、とりあえずなるべく安く始めてみたいっていう方にはこちらから始めてみてもいいんじゃないかなという感じです。ただ私みたいに筋彫り堂のタガネが気になって、すぐに買い替えることがあるかもしれないですけどね。ということで以上、安いタガネと高いタガネの使い比べでした。はい。ということで、タガネ使い比べいかがでしたでしょうか？やっぱりみんないいぞいいぞっていうだけあって、筋彫り堂の量産型 BMC タガネやっぱいいですよね。普段から BMC タガネ使っているんで、比較することで改めて良さを実感しました。ただし、公式サイトから入手しようとすると、送料も加味してだいたい4000円ぐらいしてしまいますので、購入を躊躇する気持ちもわかります。私のさっきの実演比較レビューを見て、安い方でも仕上がりにそんなに差がなさそうだなって思われたら、安い方を買ってみるっていうのも全然ありです。筋彫りできないっていうこともないですし、 Amazon での評価もなかなか高いですからね。ただやっぱり今回の動画を見るような人は筋彫り堂のタガネが気になっていると思いますので、最初から BMC タガネを買うことをお勧めします。私も結局こっちの安いタガネ全然使わなくなっちゃいましたからね。あと刃幅に関してですが、ガンプラに対して筋彫りを行うんだったら 0.15mm が使いやすいかなと思います。ハイグレードマスターグレードどちらとも違和感のない筋彫り墨入れを行うことができます。あとは他にもね、タガネいろんな会社から出てるとは思いますけど、そう何本も何種類も買うものではないのでね。また他の会社のタガネとの使い比べは動画ネタがなくなってきたら考えます。はい。ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介や全塗装動画なんかをアップしております。今回の動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。また X、Twitter でもね、有益な情報をつぶやいておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。